お金に仕事をさせろ。レ夢ム、お金を増やしたくないか？マリサ、どうしたらいいの？この動画では価値格の投資信託を紹介していくぜ。価値確定なんて都合の良いことがあるわけないじゃない。まあまあ百聞は一見にしかずだとりあえず聞け。右肩上がりで爆上げの猛者たちを紹介する。聞けじゃなくてみろでは？一見なんでしょ。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢初回として前回雑に王道投資信託講座を紹介したが、もう少し詳細を説明するぜ。結論から言うと前編でリスク中から大のインデックス。後編でリスク小のインデックスを紹介する。あまり負けたくない人は低リスク編がおすすめだ。どのインデックスも長期で右肩上がりの価値格商品だから安心してくれ。マリサインデックス商品って何かしら？霊夢復習になるが、インデックス投資というのは株の詰め合わせパックを買う投資だ。S&P500 ならアメリカの500株、日経225なら日本の225株を買う積み合わせだ。毎日積み立てればバカでも80点取れる。そういう画期的商品だ。そうなるとどこで差がつくかといえば、インデックスの選び方ぐらいなのでここが大事になる。わかりやすく表に出してみた。まずは高リスク編だ。上のインデックスほどリターンも大きくなるが値動きが激しくなるぜ。ハイテク系が最もリスクが大きい。その例がファングプラスだ。見ての通りの荒波、要するにスマスロだな。パチンカスの例えはわからないからやめなさい。こいつは Google や Apple などのエリート10銘柄に全力投資しているだけあって6年で6倍。夢があるわね。次がナスダックだ。ハイテクに寄ってるのと、100銘柄しかない分荒れやすいが最強の取引市場の指数だ。これも上下が激しいわね。霊夢その通りだ。だからこの商品だけ買ってると精神的に辛いので強心臓の持ち主以外は抑えた方が良い。だが長い目で見れば見ての通り価値格だ。ハイテク企業はソフトが売れればデータをコピーするだけで暴利が取れる。売上が景気に連動しやすいから値動きが激しくなるのは理解した上で買おう。次は SOX だ。半導体の指数なんだが、今や生活必需品になっているので爆上げしてる。世界中の人がパソコンやスマホを持ってるからイメージしやすいと思うぜ。こちらも値動きが激しいのでほどほどにしないとメンタルがやられる。次はインドだ。インド投資の広告がうざ。おっと、よく表示されるなと思ったそこのあなた。一応理由があるんだぜ。この指数を見ての通り、ものすごい右肩上がりで成長している。すごいわ中国もびっくりの成長ね。これだけ買ってもいいんじゃないの？霊夢分散が大事だからこれもほどほどが良いぜ。次は S&P500 だ。前回紹介しているが、アメリカの代表500銘柄だ。ナスダックよりマイルドだが、似た動きをしている。これも見ての通り価値格。価値格。最後がオルカンだ。これも前説明しているから詳細を省く。だが見ての通り、長い目で見れば価値格だ。なんといっても世界中の3000銘柄に分散投資してくれるのが心強い。定期的に銘柄を見直して自動組み換えするから便利な世の中になったぜ。勉強になったわ。マリサそういえば投資は順調なの。霊夢見ての通り右肩上がりだ。12日が、ガクッと落ちてるじゃない。おい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 仕方ないだろ。米国の消費者物価指数発表に合わせて日本が為替介入、さらにトランプ襲撃やらイベントが目白押しで買い増し進めてた私のハートはボロボロよ。王道口座が含み益50万目前、ハイテク口座が含み益100万目前で失速。それでも前月比で増加しているので気持ちを切り替えて積み増します。だって価値格だもの。さて次は負けず嫌いの方に紹介する安定のインデックスの紹介だぜ。いわゆる配当王とか配当貴族と高配当指数と呼ばれる商品が中心だ。特徴としては配当金が安定している。還元率が高い企業を中心に集めた詰め合わせとなっている。配当金が安定しているということは業績も安定していることが多い。アステラスで痛い目見なかった？これは詰め合わせだから一社が不振だったから大きな影響は出ない素敵な商品になっている。それこそがまさにインデックス投資のメリットだ。デメリットは逆に1銘柄が暴騰してもあまり変動しないことだ。あと、アステラスは損切りしたを。とりあえず見てくれ。
ここでキーになるのは全ての年でプラスになっていることだ。たとえコロナショックがあった年でもプラスになっていることに着目してほしい。どうしてそんなことが起きるの？いわゆる、衣食住の生活必需品の企業が多いことが理由として考えられる。それと仮に業績が多少下がっても減配されない企業が多いからこの手の指数は強いんだぜ。アメリカの企業なら年に4回配当することが多いし、毎週のように配当金が入る。毎週ボーナスに当選するようなものだな。ペカペカ。マリサなんだか体がおかしいわ。毎週配当が入ってくる気持ちをイメージした魔法だ。元に戻しなさいよ。カペカペ。よろしい。日経平均版も載せておく。これも良い感じに安定しているインデックスだ。これ一本でいいんじゃないの？霊夢生活必需品は安定しているが、逆に言うと別に大きく伸びないことがデメリットだ。お金があってもコーラを2倍飲まないし、医療品も2倍使うわけでもない。どちらかというと追い先が短い年配におすすめだ。丁寧に説明しているようで毒を吐いてない？今日紹介された商品を並べるとどんな感じか気になるわ。マネックスの比較機能が便利なので比較を出すぜ。販売期間が同じじゃないと綺麗に比較できないので仕方なく類似インデックスで歴史の長いファンドを選んでいる。すごい便利な機能ね。このツールがあればインデックスを選ぶのに非常に役立つし、マスター可能だ。冒頭で説明したようにリスクが高い商品はリターンも大きい。混ぜてクッションにするもよし。好みで価値格インデックスを選んでくれ。霊夢投資商品は一般的に年齢で買えることが理想と言われている。投稿主もハイテクよりのノー筋投資に邁進しているが、ある程度資産ができたらこの手の商品の割合を増やすつもりだ。ひとまず、説明は雑だったが目で見てわかるようにグラフでひたすら上がるインデックスを紹介できたと思うぜ。こんなにいろんな右肩上がりのグラフがあるなんて知らなかったわ。自分が精神的に耐えられそうなインデックスを選ぶことをお勧めする。また価値格知識を動画にしたいと思うので参考になった方はチャンネル登録お願いします。お願いします。